皆さんこんばんは、うのうと言います。この動画では、カースガノンの体は、英傑の肉体説についてお話ししていきます。そして本動画はもちろんブレスオブザワイルドのボスに関するネタバレを多く含みます。お気をつけください。今回はちょっと暗い話題なんですが、怖いのが苦手な方もいらっしゃると思いますので、できるだけ怖がらせないように話していきたいと思います。と言っておいてなんですが、結論から言いますと、カースガノンの肉体は、まず間違いなく英傑の体を使っていると解釈できます。後半ではブレスオブザワイルドの続編についても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。では行きましょう。このゲーム4英傑と呼ばれる猛者たちが登場しますが、描写はなかったものの、本編から100年前に各英傑たちはカースガノンという薬剤ガノンの分身に殺されています。魂解放後に本人たちが言ってますね。しかしその後も英傑たちの死骸、体が見当たりません。殺されたのなら骨だけでも残っててもいいですよね。まあこのゲームはイノシシを狩れば瞬時に肉の塊になり、木を切り倒せば瞬時に薪の束になりますから、間のプロセスをはしょって独特な表現方法を採用しているのは確かです。加えてこのゲームのセロレーティングマークは D です。あまり過激な表現を許されていません。なのでこの観点からのお話は置いておきましょう。ところで皆さん、このイラストをご存知でしょうか？ゲーム本編には採用されなかったイラストなんですが、開発段階で候補として上がってきた検討案です。見ると、リンクが古代文明と一体化していますね。とてもかっこいいこのイラストは残念ながら採用されませんでしたけど、そのアイデアをスライドさせて、エッセンスの一部を切り取って、カースガノンが英傑の体を乗っ取ったという要素に昇華したんじゃないかと、極端ですが僕はそう思っています。ここからは各英傑と各カースガノンの身体的特徴、マインドの共通点を具体的に話していきます。英傑リーバルは弓という遠距離攻撃を使い、後ろの髪を4本の三つ編みにしています。風のカースガノンは手に射撃用の大きなブラスターを持ち、頭の後ろに収納している小さい4本のユニットを展開して、各ユニットは3方向に開き、複数段攻撃をしてきます。英傑ダルケルは両手で扱うような体験を片手だけで振るい、赤い球体のシールドをまとうダルケルの守りという無敵状態になりますが、炎のカースガノンも右手に大きな剣を持ち、ダルケルの守りそっくりの赤い球体を展開し、無敵状態になります。ダルケルの守りはダルケルにしか使うことができず、子孫であるユンボーにだけは受け継がれています。どうやらダルケルの DNA を持っていないと使えないようです。英傑ウルボザは左手に円形の盾を持ち、右手には極刀を装備していて、雷を放つことができて、その時には手を上げて指を鳴らします。雷のカースガノンは左手に円形の盾、右手には特徴的な形の曲がった剣、雷を放つことができ、その時には手を上げます。英傑ミファーは右手に槍を持ちますが、水のカースガノンは槍を右手、左手でした。まあここはようわからんけど、なぜか一致しませんでした。すみません。ミファーについては若干グダグダになりましたけど、カースガノンたちは各英傑の脳を含めた体すべてを乗っ取っているので、当然考え方や性格、スキルが似て当たり前なんです。そして次は神獣についてなんですが、英傑たちが生きていた頃、各神獣は担当の各英傑が操作していました。100年後リンクが目覚めた時、解放前の神獣は止まっておらず動いていて、これはカースガノンが動いてるってことでまず間違いないですが、カースガノンに乗っ取られているのにもかかわらず、各英傑たちが動かしているんじゃないかと思うほど、その動きに英傑たちの性格が出ています。ミファーを解放した時、昨日までずっと泣き続けてたと言っていましたね。実はリンクとシドが共闘してバルッタをおとなしくさせるまでは、ずっとバルッタは鼻から水を出し、雨を降らせて泣き続けていたんです。リトの村の人たちは、バメドウが上空を飛んでいて、リト族が近くを飛ぶと撃ち落としてくるとハーツが言っていました。これはリーバルの嫉妬深い性格が出ているようにも解釈できます。以上が英傑とカースガノンの共通点です。皆さんはどう思いましたか？そしてここからはブレスオブザワイルド続編の話をしていきます。続編トレーラーでは薬剤ガノンの本体であるガノンドルフが出てきましたね。彼に関しては怨念の大元なので、肉体をそのまま使わずとも雲型のあのボスを作れたのか、それともそもそもあの薬剤ガノンの体の中心にガノンドルフの体があり、エンディングごと続編トレーラーの間の時間に地下のあの遺跡に何者かの手によって封印されたのでしょうか。
続報がなかなか来ないので妄想するしかないんですが、少ない情報からああでもないこうでもないと話してる時が一番ワクワクして楽しいですよね。さて、薬剤ガノンの怨念が英傑の体に取り付いてカスガノンの姿になっているんじゃないかとお話ししました。実はブレスオブザワイルド続編のトレーラーでも怨念に飲み込まれた生き物がいたんです。それがこのネズミです。逃げようとはしてるみたいですけど、飲まれちゃってますよね。今までの任天堂の他のゲーム、紹介ムービーやプレゼン動画には意味のない描写はあまり出てきてません。なのでやはりこれもブレスオブザワイルド続編のどこかの中ボスとして現れるのだと思っています。トレーラーには映っていませんでしたが、もしかしたらリンクとゼルダが連れてきていた水牛も後々ボスとして現れるかもしれませんね。いかがだったでしょうか。このチャンネルではこれからもゲームのトピックや解説動画、実況動画、考察動画なども投稿していきますので、気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。高評価ボタンもポチッと押してくださると今後の動画制作の励みになりますのでお願いします。ご視聴ありがとうございました。